こんにちは。日本語も日本も学ぶのまさきです。今回はひらがな、カタカナ7、外来語とカタカナ語です。一章では外来語と和語、漢語の違いを見ます。次に外来語の略語を見ます。略語は日本語のビート、拍とも関連します。2章では外国の国、民族、地域もカタカナで書くことを学びます。また日本で作られた和製外来語、和製英語について学びます。1章外来語、カタカナ語。日本の固有の古い言葉を和語と言います。和語は山、川、学ぶなどです。和語はひらがなで書きます。和語の漢字は漢字が伝えられてから付けられたものです。一方、漢語と外来語は日本語に外国語を取り入れた言葉です。漢語は古い中国語から来ています。よって山岳、河川、学問など漢字で書きます。次の動画、漢字1で漢字を見ていきます。中国語以外の外国語から来たのが外来語です。これが今日の内容です。テレビ、コーヒー、ファイルとカタカナで外来語は書きます。外来語とは外国語から借りた言葉です。カタカナで書くことからカタカナ語とも呼びます。これらは前回の動画でも見た外来語の例です。テレビ、ラジオ、エレベーター、コップ、スプーン、ナイフ。復習ですが、これらに漢字の漢語は含めません。漢字よりも後に日本語になった海外の言葉を外来語と言います。外来語では元の発音が日本語らしい音に変化しています。その変化を英語の外来語の例で見ていきます。英語の tour は日本語だとツアーです。また、英語の shirt は日本語だとシャツです。以前のレッスンですでに学んだ日本語の音に変化しています。英語の radio は外来語のラジオになります。また、英語の studio は外来語のスタジオになります。このように外来語の音も日本語らしい音に変化しています。次に外来語の略語です。これらは元は長い言葉ですが、省略された左側の短い言葉を我々は使います。パーソナルコンピューターはパソコンと4拍です。元はスーパーマーケットのスーパーも4拍です。一方、下の2つのリハとデモは2拍です。つまり、外来語の略語では、漢語のような2拍や4拍のリズムを好んで使います。これは日本語が好きな短い単語を作っているとも言えます。2章、その他の外来語。外国の名前もカタカナで書きます。
アメリカ、イタリア、トルコ、ブラジル、それぞれの国の人もカタカナで書きます。アメリカ人、イタリア人、トルコ人、ブラジル人、外国の地域の人や民族の人もカタカナで書きます。ヨーロッパのヨーロッパ人、アジアのアジア人、アフリカのアフリカ人などがあります。外国の地名もカタカナで書きます。都市や町の名前もカタカナです。ニューヨーク、パリ、ジャカルタ、ソウル。山と川もカタカナで書きます。エベレスト、キリマンジャロ、マッターホルン。川もカタカナで書きます。セーヌ川、ナイル川、メコン川。湖と砂漠もカタカナ語で書きます。バイカル湖、レマン湖、ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠。以上のように外国の地名もカタカナ語で書きます。ただし、例外があります。例外として、次の国や地域の名前は漢字で書きます。中国、台湾、朝鮮、韓国です。これらの名前はカタカナでは書きません。人の名前も漢字で書きます。中国人、台湾人、朝鮮人、韓国人です。次は和製外来語です。和製外来語とは、日本語の感覚へ合うように、外国語のフレーズをアレンジもしくは造語したものです。特に和製英語が多く、サラリーマン、ジェットコースターなどが和製英語です。サラリーマンは salaried と man の2つの単語を合成したものです。ジェットコースターもジェットとコースターを合成しています。英語にローラーコースターがあるのに、新しくジェットコースターと作ってしまうのが日本語のおかしなところです。この2つの例のように、和製英語はその意味が独特かつ日本的です。よって学ぶときに2つ問題があります。問題1は外国人には意味がわかりづらいです。よってその意味を暗記しないといけません。先ほどのサラリーマンやジェットコースターのように英語には存在しないのが和製英語です。よって英語がわかる人でも和製英語の意味は学ばないとわかりません。今後は和製英語のクイズ動画も作りたいと思います。以上で今回のレッスンは終わりです。次回からは漢字のレッスンを始めます。エンディングです。動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルの購読と動画へのいいねお願いします。次の動画でお会いしましょう。See you later. 再见。コメントも待っています。